あなたは杖をつきながら歩くこの年配女性にどこか違和感を覚えませんか？実は彼女の正体は失うことへの恐怖を抱えた。2025年11月11日、イタリア北部マントバ県ボルゴビルジリオ市役所の窓口に一人の老婦人が訪ねてきました。身分証の更新をお願いしたいの。かすれた声でそう告げる老婦人。すると、あれこの人。受付の女性はその老婦人にそこはかとない違和感を覚えました。大きく曲がった腰に足を引きずるような歩き方、膝丈のスカート、ピンクのマニキュア。その装いは一見してごく普通の老婦人ですが、一つだけ決定的におかしな部分があったのです。よく見ると彼女にはヒゲが生えていました。身分証の更新にやってきたヒゲが生えた老婦人。バレバレの変装をしてまで身分を偽ろうとした理由とは？社会との関わりを断ってきたその人物は、そうすることでしか自分を守れなかったんです。おさすけちゃんです。みやみやいこです。というわけでね、最近ちょっと悩みがありまして、僕のね、愛する猫のルナちゃんなんですけど、はい、お腹すくとね、めちゃくちゃ泣いちゃうんで、よく調べたらね、泣いたからっつってご飯あげるとさ、どんどんわがままになっていくよっていうのが1個あるんで、ボディも精神も、そう、だからずらしてあげたりはしてるんですけど、そもそも適正量上げれてんのかなっていうのがあるんで、もちろんそのパッケージとかに書いてあるね、体重と量のやつで上げてるんですけど、なんかまあまあ泣くようになっちゃったんで、このあたりね、猫大好きな皆さん、詳しい方いたら、まずそもそも適正量をどうやって測るのか、適正量だけどもし泣いちゃってる時って足りてないのか、足りてるけどわがままなのかとか含めて、このあたり結構困ってる人多いんじゃないかなと思って、もしねちょっとこのあたりの知見がある人がいればね、コメント欄でねご教授願います。私にも餌あげなさいよ。今回はイタリアで発生したミセス・ダウト事件という衝撃の事件をご紹介します。犯行手口がミセス・ダウトと呼ばれるね、映画の登場人物に似ていることからこんな名前が付けられた。ミセス・ダウトってさ、直訳すれば嘘つきおばさんみたいなことでしょ。どんな事件なのこれ。この事件はね、犯人があまりにも特徴的だったためかなり注目された事件なんですが、似たようなことが日本でもたびたび起こっているんです。動画をご覧の皆さんの身近にも似た境遇の人いるかもしれません。ある日市役所へやってきた一人の老婦人。彼女は明らかに普通の老婦人ではなかったんです。何かがおかしい。2025年11月11日、イタリアマントバ県ボルゴビルジリオ。ID カードの更新をしたいの。市役所の窓口では一人の老婦人がそう申し出ていました。ID カードというのは国民に配布されている身分証のことで、日本でいうマイナンバーカードのようなもの。女性はこの ID カードの有効期限切れに際し、更新手続きにやってきたようでした。彼女の名はグラツィエッラ・ダ・ローリオ。大きく腰をかがめ、足を引きずってゆっくりと歩く姿とかすれた低い声が85歳というその年齢を物語っていました。それでいてパールのネックレスや少し古い型のイヤリング、明るいピンクのマニキュアとおしゃれに気を使う上品な女性であることも見て取れるグラツィエッラ。一方で市役所の職員は彼女と会話するうち、その振る舞いにどこか違和感を覚えていました。息子はヨットで旅に出てしまって今は一人暮らしなのよ。私ももう年だから病気したら大変だわ。あなたも私みたいな年寄りにならないようにね。グラツィエッラは会話の節々で少し不自然なくらい自分が高齢であることを強調しているように思えたのです。そして対応した職員は気づいていました。彼女の厚塗りの化粧の下にうっすらヒゲのようなものが見えていることに。嘘つきおばさんっていう話だったけど、何実は男だったってこと？その通りなんです。このグラツィエッラにはうっすらヒゲが生えていること以外にも複数不審な点があったんです。職員が気づいたグラツィエッラのおかしな点は化粧の下のヒゲだけではありませんでした。彼女が書類を書いているさなか、手元に目をやると腕時計の下からは腕毛が、この他にも首が太すぎる、声が時折男のようになるなど女性とは思えない特徴がいくつも見受けられたのです。またここで皆さんに見ていただきたいのが市役所の外を歩くグラツィエッラの映像。彼女は市役所の中では腰をかがめ足を引きずっていましたが、外では普通に歩いていました。市役所の職員が見ている範囲でもグラツィエッラは基本はゆっくり歩いていたのですが、しばしば歩くのが速くなる場面があり不自然に思えたとも。それらの事情から彼女が変装した別人であると見破った職員は市長のフランチェスコ・アポルティにこの件を報告するのです。
連想が分かりやすすぎてちょっとツッコミどころしかないんだけどさ、要するにこれはグラツィエッラっておばさんに誰かがなりすましてるってことよね。その通りなんです。続いてね、なりすましをしていたこの男、一体何者なんでしょうか。隠しきれぬ事実。不審な老婦人グラツィエッラについて市役所の職員から報告を受けたフランチェスコ市長は警察と連携を取りすぐに内部調査を進めました。監視カメラを確認するとその日グラツィエッラは車で市役所まで来ていましたが、本来なら彼女は免許を持っていないはず。疑念はさらに深まりました。また市役所の記録を確認したところ、グラツィエッラが前回市役所へやってきたのはもう10年も前のこと。前回の ID カードの更新以来彼女は一度も市役所へ来ていなかったのです。それだけではなく、この数年は医療機関を受診した記録さえ一度もなく、85歳という年齢を思えばそのことも不自然に思えました。これらの事情を踏まえ、警察とフランチェスコ市長は再びグラツィエッラを市役所へ呼び出すことに。実は本人確認の手続きに不備がありまして、明日もう一度市役所へ来ていただきたいんです。グラツィエッラはその電話が罠だとは気づかず、言われた通り市役所へやってくるのです。市役所にも病院にもさ、何年も行ってないってさ、もしかしたらもうグラツィエッラさんこの世にいないんじゃないの？そのあたりの事情もなりすまし犯の正体が分かればおのずと見えてくるんです。市長から電話を受けた翌日、再び市役所へ訪れたグラツィエッラ。そこで待っていた市長と職員は彼女にこう促しました。少し特別な手続きがありまして一緒に来ていただきたいんです。そう言われ連れて行かれた先でグラツィエッラは思わず唖然とするのです。たどり着いた先はそう、警察署。市長と一緒にいた職員は職員に扮した私服警官でした。そこから警察による尋問が始まり、しばらくするとグラツィエッラは観念したようにこう語ったのです。僕はグラツィエッラの息子なんです。彼の本当の名はアンドレア・グアスタッラ、56歳の男性でした。一方、アンドレアは母親になりすましていたこと自体は認めたのですが、それであなたのお母さんは今どちらに？彼は警察がそう問いかけると口をつぐみ、何も言わなくなってしまったのです。いやちょっとこれ犯人息子だったの？何これお母さん殺しちゃってバレたくなかったからそのまま隠蔽しようとしてたってこと？実はね、そうじゃないんです。アンドレアが母親になりすましたことには昨今のね、日本の社会問題にも通ずる複雑なね、家庭事情があったんです。世間からはぐれた男。母親になりすましていたアンドレア・グアスタッラは事件から8年ほど前まで看護師として働いていた男。父親が医師だったためそのつてで仕事を得ていたといいます。また知人によればアンドレアは50代になっても母親離れできない男でした。日曜日にはいつも母親と腕を組んで教会へ訪れていたといい、結婚はおろか恋人がいたこともなかったといいます。そして父が亡くなった後、彼は2017年頃に仕事を辞め母親と2人で自宅にこもりきりになりました。親子は人目を避けるように生活しており、母親に関しては近隣住民ももう何年も姿を見ていなかったとも。高齢だった母親はそれほど先が長くはなかったのでしょう。そして2022年某日、ボルゴ・ビルジリオの自宅の一室でアンドレアは一人呆然と立ち尽くしていた。お母さん大変だ。彼の視線の先ではベッドの上の母グラツィエッラが静かに目を閉じていた。その体はすでに冷たくなり始めており、彼女が亡くなっていることは明らかだった。お母さんがいなくなったら僕はどうやって生きていけばいいんだ。その年になるまで何もかも母親に頼りきりで生きてきたアンドレア。彼にとってはたちまちやらなくてはならない葬儀や相続の手続きさえも非常に複雑な難題に思えた。そしてもう長く引きこもりの生活を送っていたアンドレアは強くこう思った。今の生活を失うのが怖い。アンドレアは母グラツィエッラの遺体をベッドから下ろし、どこかへ引きずっていく。今の暮らしが変わってしまうことを恐れた彼の選択は、母を腐らないミイラにして隠すことだった。遺体を隠した家でずっとそのまま暮らすだなんてさ、ちょっと気味悪くてできないかも、私は。彼にとっては母親の死を受け入れるよりも隠してしまった方が楽だったんです。警察署での尋問の後、アンドレアの自宅を家宅捜索すると、その家の地下室からシーツと寝袋に包まれたミイラ化死体が発見されました。母親が亡くなった後、アンドレアは看護師時代の知識を生かし、体から血や体液を抜き取って防腐処理を施したといいます。そうして母親の遺体を3年間ずっとそこに隠していたようなのです。アンドレアは死亡届を提出せず、3年間母親の年金を不正受給していました。医師だった父親の遺族年金が含まれ、
で、その額はかなりの高額。不動産の家賃収入も含めアンドレアが受け取っていた額は日本円換算で年間約950万円。ただおそらく彼はそのお金を目当てに遺体を隠蔽したわけではありません。なぜならアンドレアの一家は複数の不動産を所有しており、総資産推定1億8000万の大金持ちだから、母親の年金が途切れたとしても彼が路頭に迷うことはないのです。さらにアンドレアは毎月振り込まれる年金を食費や光熱費などにしか使っておらず、不正にお金を受け取って豪遊したい願望もありませんでした。彼は動機に関して年金が途切れたり家を失ったりするのが怖かったと述べています。その怖さは貯金が限られているからではなく、自分で諸々の手続きをしたり生活の変化に適応したりする自信がないゆえの怖さだったと考えられるのです。いや、親が亡くなった後の手続きが不安なのはわかるけど、それは詳しい人に聞くなりなんなりすれば済む話じゃない。葬儀もあげてもらえないお母さんがかわいそうよ。それが簡単にできないのが中高年の引きこもりの問題なんです。このことは日本でも社会問題になってます。というわけで本日のメトラキーワード、中高年の引きこもりの問題点について。2019年の内閣府の調査によると、40歳から64歳までの中高年の引きこもりは全国61万3000人に上るとされています。引きこもりとなったきっかけとして最も多いのは、労働環境や人間関係の悩みによる退職。当事者は社会に適応できなくなったことによって自尊心を失い、他人に迷惑をかけてはいけないという思いから外に出られなくなるといいます。中高年の引きこもりにおいて最大の問題はお金のことではなく、親が病気になった際や死亡した際に意思決定をしてくれる人を失うこと。例えば親が亡くなれば葬儀や死亡届、公共料金の名義変更、相続手続きなどの必要性が出てきます。長年社会と関わりを避けてきた人にとってこれらの手続きは非常に複雑に感じるといいます。そして他人に迷惑をかけてはいけないという思い込みが強い中高年の引きこもりは、外に助けを求めることもできず行き詰まってしまうケースが後を絶たないのです。家宅捜索の結果、警察はアンドレアが変装に使っていたウィッグや化粧品、スカート、靴、装飾品などを発見。それらはまるで舞台公演の準備かのように几帳面に保管されており、アンドレアがこの先も長期間にわたって母を演じ続けようとしていた計画性がうかがえました。彼にとっては母が亡くなった後の諸々の手続きよりも徹底したなりすましの方が楽だったとでも言うのでしょうか。このようにして亡くなった母親になりすまし、生きているように見せかけようとしたその手口をもって、事件はミセス・ダウト事件と呼ばれるようになったのです。逮捕されたアンドレアは一時パニック状態に陥りましたが、落ち着いた後の彼の表情には長年の苦悩と孤独がにじみ出ていたといいます。2025年11月、アンドレアは遺体隠蔽、身分詐称、国家に対する詐欺、文書偽造で有罪に。収監される具体的な年数などは報じられていませんが、彼は懲役刑と罰金刑、年金制度への賠償を命じられています。ちなみに母親のグラツィエッラが殺害された可能性も疑われましたが、慎重な検視の結果、アンドレアの言う通り彼女は高齢による自然死だと判明。事件はやはり中高年の引きこもりが親の死によって孤立してしまった結果引き起こされたものでした。アンドレアは母親に対して確かに愛情を持っていたと語る一方で、現在は自分がしてしまったことを間違いだったと認めています。アンドレアがやったことは許されないことだけど、単純な話じゃないわね、これは。親が病気になったりした時にそうやって引きこもりの人がね、よその人に相談するっていう心理的ハードルが高いのは事実よね。人とコミュニケーション取るのね、億劫な人も多いですからね。どう生きるかっていうのはもちろんその人の自由ではあるんですけど、親が亡くなった時とか病気になった時、じゃあ自分はね、今のうちどうすべきなのかっていうのを考えるのが非常にね、大事だと思います。日本でも今回の事件と同様のケースはたびたび起こっており、例えば2018年には札幌で82歳の母親と52歳の引きこもりの娘が共倒れになる事件が起きています。母親が亡くなった際も娘は通報せずに遺体と同居し続け、後を追うように息を引き取ったと。親子は他人には世話になりたくないと言って生活保護や福祉サービスなどの支援を拒否しており、その結果社会から孤立していったといいます。家族が同居していると行政としても支援が必要か否か判断が難しく、手遅れになってしまうことも珍しくないのです。近年は親の入院や介護の手続き、死亡後の事務などを代行してくれる高齢者等就寝サポート事業も注目されています。自分にはどうにもできないとさじを投げてしまう前に、一歩踏み出して相談する勇気を持つことが重要ではないでしょうか。あなたは親がいなくなった後のことを想像して怖くなった経験がありますか？今から先のことを考えておくのに越したことはないはずです。